ロゴを軸とした強いブランドデザイン実践講座。講師の早坂信也です。第1講、デザイン力は鍛えられる。早速始めていきたいと思います。いきなりですが、皆さんは自分にセンスがあると思いますでしょうか？飛び抜けた感性とか才能が自分にはあると胸を張って言える人は、おそらくこの講座は聞いていないと思うので、ほとんどの人がそこに自信がない人、センスや才能にちょっとコンプレックスを持っている人なんじゃないかなと思います。僕自身もまさにそうでした。デザインの仕事をしていると、どうしてもセンスの塊みたいな人がいるということを見せつけられます。圧倒的な個性とか才能を目の当たりにして、こんなデザイン自分には絶対作れないなと思うこともめちゃくちゃあります。その度に自分って平凡な人間なんだなと思わされます。実際に僕が24歳の時に初めて挑戦したデザイン賞では、得票数ゼロで最下位という結果でした。自分は持たざる側の人間なんだなという現実を突きつけられた瞬間でした。でもそこから本気で自分だけの武器が欲しいと思って知識や技術、経験を積み重ねてきて、こんな僕でも今では国内外のデザイン賞をいくつもいただけるようになりました。タイポグラフィーでは日本一になり、映像やパッケージ、グラフィックの分野では国際的なアワードの最高賞までいただくことができました。SNS のフォロワーも2万人を超え、本当にありがたいことに多くの人からぜひ早坂さんにデザインしてほしいと指名で仕事をいただけるようになりました。この講座ではそんな凡人なりの戦い方をお伝えしていきたいと思います。生まれ持った才能やセンスがなくても世界で戦えるデザインは必ず作れるようになります。凡庸なデザイナーの僕だからこそ皆さんに伝えられることがあるかなと思ったので、コロサさんからの依頼を引き受け、この動画講座を作りました。今全20講座のうち19本を作り終えたところです。この1講座目を今最後に収録しています。いやー、めちゃくちゃ大変でした。ブランドデザインの基礎知識解説から、アイディア出し、ネーミング、ブランドコンセプト、ロゴデザイン、名刺、ショップカード、DM、ウェブデザイン、店舗サイン、パッケージと、ブランドデザインの一通りの工程を丸ごと詰め込んでいます。アイディアスケッチの様子やロゴデザインのブラッシュアップはもちろんですが、パッケージ裏面の細かい文字組みとか字詰めまで収録してます。ブランドデザインの制作工程をこんなに最初から細部まで丸ごと収録しているデザイン講座は他では見たことありませんので、自分で言うのもなんですが、体系的に全体を学ぶにはかなりいい密度になったんじゃないかなと思います。それぞれのプロセスでデザインをするときにどんなことを考えてどういう狙いで作っているのか、僕の頭の中をさらけ出しましたので、もうぜひ隅々まで見てほしいです。圧倒的な才能やセンスを持っている人は確かにいます。でも、それを持っていないからといって、その人たちに一生勝てないわけではありません。センスは数ある武器の中の一つでしかありません。経験とか努力とか知識とか技術とか戦略とか後天的に身につけるものでも必ず勝負できるようになります。そのヒントを動画の中に詰め込みましたので、皆さんも諦めずに学んでいってください。きっと自分の武器が見つかるはずです。センス以外の武器に自信を持てるようになれば、もう才能とか感性に苦手意識やコンプレックスを感じなくて済むようになるので、一緒に学んで自分だけの武器を磨いていきましょう。まず、この1本目の動画では、講師が一体何者なのかちゃんと紹介させてください。僕自身が話を聞くに値する人物なのか不安だと思いますので、信用してもらうためにも、僕自身がどういう人間であるのかを経歴や実績を交えて話したいと思います。その次にブランドデザインについてさらっと解説します。そしてこの講座を通して制作していく課題についてのオリエンテーションを行い、最後に20本の動画講座についての概要を紹介していきたいと思います。では早速行ってみましょう。僕はアートディレクターの早坂信也です。アリカデザインという北海道の会社で取締役を務め、広告やブランドデザインの仕事をしています。
強みは幅の広い制作力です。この幅の広さを活かしてブランドのトータルデザインを得意としています。シンボルマーク、ロゴを軸としてパッケージ、プロダクト、空間、ウェブ、映像など様々なものへ展開し、ブランド全体のアートディレクションを行っています。人の記憶に残る強いビジュアルコミュニケーションを目指し、これまで多くのブランドのデザインを手掛けてきました。その一部を8つの分野に分けて紹介します。1つ目はグラフィックデザインです。CI や VI、印刷物などの平面デザインはデザイナーとしての僕のベースとなっている分野です。ロゴデザインは僕が最も得意とするジャンルでもあります。2つ目はパッケージデザインです。僕が初めて世界的な国際デザイン賞を獲得したのがこの分野です。商品パッケージはユーザーとブランドとの直接の接点となる重要な部分なので、いつも時間をかけて丁寧に作っています。3つ目は映像です。アニメーションやモーショングラフィックの制作から CM の企画、撮影ディレクション、編集までを行っています。4つ目は空間デザインです。店舗の内装イメージやファサードのデザイン、サインデザインなどを行います。5つ目は広告デザインです。アリカデザインはもともと広告制作をメインとしていたので、業務の比重も大きい分野です。交通広告やウェブ広告、CM やキャンペーンなどの企画制作をしています。6つ目はウェブデザインです。コーポレートサイトやブランドサイトから LP、EC サイトまでいろいろとデザインしています。7つ目はプロダクトデザインです。立体物の設計や商品開発なども行っています。最後の8つ目はイラストレーションです。デッサンの基礎は美術の大学で学んでいましたので、リアルタッチのものからキャラクターチックなものまで割といろいろと描けるようになりました。今はこの8つを軸に日々作る仕事をしていますが、冒頭で話したように僕は特に目立った才能のない凡庸な人間でした。もう器用貧乏で、どれもなんとなく平均点以上は取れるけど、これだけは誰にも負けないという自信のある武器を持っていないことが悩みでした。プロフェッショナルの世界に全分野70点レベルの人間は必要ありません。なぜなら、他のことはからきしだけど、映像だけは120点とか200点取っちゃうみたいな超一流のスペシャリストたちがうじゃうじゃいる世界だからです。クリエイティブ業界は特に才能がひしめき合っているので、凡人の出る幕はありません。もちろんパッケージの仕事はパッケージデザインのスペシャリストに発注されるし、内装の仕事は空間デザインのスペシャリストに仕事が集まります。デザインで生きていくということは、そんな圧倒的なスキルやセンスを持った人たちに勝たないといけないということです。その人たちではなく、自分を仕事相手として選んでもらわないといけないということです。社内提案でもクライアントへのプレゼンのコンペでも自分の案が採用されなければそもそも仕事になりませんし、自分がデザインした商品より他のデザイナーが作った商品の方が売れていたら仕事はそっちに流れていきます。CM を作るにしてもポスターを作るにしてもより人を引きつけられる魅力を生み出せる人に仕事が集まります。普通のデザイン、平凡なビジュアルしか作れない人のところに面白い仕事は来ません。でも幸いなことに僕の所属していたアリカデザインには様々な種類の仕事が溢れるほどにあったので仕事には困りませんでした。とにかく目の前にある仕事一つ一つに全力で取り組むことで知識と技術を一個ずつ身につけていきました。やったこともなかった立体物の展開図の調整やCM 絵コンテの企画制作、店舗証明の素材選定とか、とにかく何でもやりました。新しい分野の仕事に出会うたび、悩みながら手を動かして、知識と技術をその場で吸収していきました。そのおかげで、かなり幅の広い制作経験を積むことができたので、今では積み重ねてきた総合力で勝負できるようになったと思います。クライアントさん的にもブランドに関わるほとんどのものをワンストップでまとめて制作できるので、デザイントーンも統一しやすいですし、一貫したコンセプトをもとに全体をコントロールできるというのもあって、
丸ごと任せてもらえるようになってきました。そしてありがたいことに、このすべての分野で国内外のデザイン賞や広告賞をいただけるまでになりました。僕には飛び抜けたセンスや才能はありません。これといった武器がないことがコンプレックスでした。でも、だからこそ皆さんに伝えられることがあると思っています。デザイン力は鍛えられます。武器は後からいくらでも身につけられます。これは絶対にそうです。冒頭で話した24歳で初挑戦したデザイン賞は公開審査形式だったので、みんなが見ている前での結果発表でした。僕は当時エントリーした挑戦者でありつつ、ボランティアスタッフでもあったので、ホワイトボードに貼り出された大きな集計表に得票数を書いていく記録係として会場にいたのですが、公開審査というのは残酷です。みんなが見てる前で自分の得票数の欄に0と記入する瞬間は手が震えました。あの時の虚無感を思い出すと今でも寒気がします。自分がいいと信じて作ってきたデザインのすべてをなんか否定された気がしてしまって、悔しさとか虚しさとか恥ずかしさとか負の感情で押しつぶされそうでした。でもこの経験が大きかったと今では思います。この業界には圧倒的な才能を持つ人がいっぱいいるんだということをその時知れたし、自分が持たざる側の人間だということも認識できました。だからそういう人たちと戦うために別の武器を持たないといけないんだと強く思ったんです。そこからはとにかく目の前の仕事に全力で挑んで知識や経験を積み重ね、今ではその総合力を武器に世界的なデザイン賞をいくつも取れるようになりました。そんな凡人の僕だからできる講座をしたいと思っています。後天的に身につけた知識や技術で才能のあるクリエイターたちと対等に戦えると証明できたら嬉しいです。感覚やセンスだけに頼らない知識や戦略に基づくデザイン、それをこの実践講座で伝えていければと思っています。具体的には僕の幅広い制作経験の中で学んだ総合的なブランドデザインの術をお伝えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、続いてブランドデザインについて簡単にお話ししたいと思います。皆さん、こんな状況を見たことないでしょうか？パッケージデザインやウェブサイト、店舗デザインがなんかバラバラで揃っていない。そのせいで SNS で見たときと広告を見たときと店舗で触れたとき、それぞれの場面で抱かれる印象もイメージも一致していない状態。実際僕がこれまでお仕事してきたお客様の中にもたくさんいました。これではブランドにいいイメージを持ってもらうかどうかの前に、そもそもブランドの認知すらしてもらえません。なのでちゃんとブレずにこうしていくことが大事ですよねという話です。どの入り口から入っても同じイメージを持ってもらえるように一貫したブランドデザインにしてブランドの存在感を高めていくことが重要です。そんなの当たり前じゃんって思うでしょうかね。でもこれが結構難しいんです。できていない企業やブランドはたくさんあります。バラバラになってしまう理由や原因、そしてその対処法は第2項で説明します。さて、商品を売るために重要な要素の話をします。87%。この数値何かわかるでしょうか？広告業界ではよく見かける数値なんですが、人間が得る情報のうち、視覚が占める割合がおよそ 87% と言われています。つまり、印象のほぼ9割は見た目に影響されるということです。視覚から得る情報は人間の脳に長く残りやすいそうです。なので、ユーザーにブランドがどう受け取られるかは、見た目次第と言っても過言ではありません。この見た目をコントロールする力がデザインですので、これはもう売れるブランドになるかどうかはデザイン次第と言い換えてもいいくらいだと思っています。この講座はデザインの力で強いブランドを作る、そのための知識や技術を実制作のプロセスの中で身につけていく実践講座です。課題設定はこちらです。三上農園から自社商品を売りたいと相談を受けました。デザインの力で売れるブランドを作ってください。ということで、架空のクライアントとして
この三上農園を想定したブランドデザインをしていきます。三上農園さんは岡山県の桃農家で、収穫量よりも厳選した質の高い桃の生産を目指している家族経営の企業です。商品構成としては、成果の桃も売っているし、ジャムやジュース、お菓子などの加工品も製造しているという想定です。これらをちゃんとブランド化して売れるようにしたいという要望を受けたことにします。販売先としては、自社でやっている農園カフェ、直売所での販売がありつつ、EC サイトでのオンライン販売や催事への出店も行っています。そして直販以外に卸売の取引先としてお土産屋さんや百貨店での商品販売も行う想定にしています。ターゲットはざっくり言うといいものをあげたい人たちです。手土産とかお中元、贈答品などを送るときに安っぽいものじゃなく、ちゃんとセンスのいいものを選びたいという心理がある30代から40代といった感じです。高単価商品になるので、日常的な自家需要を狙ったブランドにはなりません。商品のラインナップ的にも特別感のあるブランドに仕立てていくことになります。全20回の講座はこんな流れになります。この20本の動画を通して一つのブランドを作り上げていきます。4講座目まではブランドデザインの基礎知識について実際の事例をもとに解説していきます。そして5講座目からは実制作の作業画面をお見せしていきます。13講座目までをかけてしっかりめにロゴデザインを解説していきます。ここで全10案のテイストの違うロゴデザインを作りますので、かなり見応えのあるパートになっていると思います。アナログから起こすタイプや、いられのパスで最初から最後まで作るタイプ、フォトショップで描いていくタイプなど、できるだけ作り方が被らないように10案デザインしましたので、きっと参考になるものがあるはずです。ロゴが完成したら14講座目からそれを印刷物やウェブに展開していきます。そして16講座目からはパッケージデザインです。組箱や針箱、瓶、紙袋など形態の違うパッケージを6点制作します。この講座内で作ったデザインの一覧がこちらです。このデザインに至るまでの経緯やそれぞれ何を考えて作っているのかなど細かく話していますので、感覚的になんとなく作っているわけじゃないというのがきっと分かってもらえると思います。この20回の講座は積み重なっていくように作りましたので、順番通りに見ていってもらうのがいいと思います。第2項はデザインはなぜブレるのか、その原因と対処法です。デザインがブレる4つの原因と対処法についてを解説し、ブランディングの必要性や効果についても触れます。単純接触効果や視覚による印象のコントロールなど具体的な狙いを理解するパートになります。第3項ではブランドにおける言葉、ストーリーの重要性を実例をもとに解説していきます。夕ご飯という東大にある店舗のブランドデザインの仕事がどういう流れで進んでいくのか、リサーチや分析から始まってブランドコンセプトやネーミングを定めていくプロセス、そのコンセプトがどうデザインに反映されていくかをお見せします。第4項はブランドコンセプトの貫き方についてです。信州アップルパイ研究所9の実例をもとにコンセプト開発からアウトプットまでのプロセスを解説します。ブレずにコンセプトを貫き通す方法と一緒にデザインの構造や細部についても触れています。黄金比の使い方とかも結構参考になるかなと思います。第5項からは実践編です。具体的なアイディアの作り方を解説します。要素の組み合わせによって作る手法や脳の創造性を発揮させるための制約や条件について解説します。ここで実際に洗い出した要素を組み合わせて次の講座では2案ロゴデザインを作っていきます。アルファベットのタイポグラフィーモチーフのデザイン案とパスで描くトランプ風のデザイン案です。第7項ではいろいろな画材のアナログスケッチをベースにデジタルで仕上げるデザイン案を作ります。ここまで作った3案を提案資料にまとめる部分まで収録してあります。そして第8項ではもう一度アイデアの作り方をやります。第5項の方では論理的思考による左脳的発想を実践しましたので、この回では実際に手を動かして視覚刺激や感覚から連想を広げていく右脳的発想について解説します。このラフスケッチから生まれたアイデアを第9項でデザインに起こしていきます。和文のタイポグラフィーと絡めながら4案一気に作ります。
ひらがなや漢字をモチーフにしたものや、風合いのあるテクスチャのデザインまで行っています。第10項では、さらに3案ロゴデザインを制作します。オーブンのタイポグラフィーの作り方を解説しつつ、人間の顔モチーフのデザイン案や、木版画調のイラストデザインなど、ビジュアルインパクトの強いデザインを制作します。第11項では、全10案のロゴデザインを提案資料にまとめ、モックアップの作り方もお見せします。ロゴ展開の手法や見せ方を紹介していきます。第12項はブラッシュアップの回です。シンボルマーク、ロゴタイプのクオリティを上げていく細かい作業を解説します。黄金比や白銀比の使い方も具体的に紹介しながらロゴデザインを完成させます。第13項は VI マニュアルの制作です。ブランドカラーの設定についてや使用上のルール作りなどを解説しますので、ここで具体的な納品データの形式まで確認できると思います。次からはデザイン展開へ入っていきます。第14項で作るのは名刺、ショップカード、DM です。文字組みや紙面構成、レイアウトについて話していますので、基本的な余白の作り方とかもここである程度つかめるはずです。第15項では Web デザインと看板、店舗サインのデザインを解説します。ブランドストーリーやコンセプトをどう定着させていくかについて話しています。次からは4回に分けていろいろなパッケージデザインの制作過程をお見せしていきます。第16項は直営店での販売を想定したブランディングを目的にしたパッケージデザインです。段ボールの箱と紙袋を制作します。パッケージ制作の上で避けては通れないコストと販売戦略の話もしています。第17項は卸売を想定した小売店販売用の商品パッケージです。桃バターサンドを売れる商品にするためにパッケージを考えます。美味しそうに見えるイラストの制作の様子も公開します。第18項は桃ジュースを題材にオンライン販売を想定したパッケージを作ります。店頭販売と EC サイトでの見せ方の違いについても解説していきます。第19項はギフトパッケージです。先ほどの桃バターサンドは組箱で制作しましたので、こちらは針箱仕様にして桃ジャムのギフトボックスを作ります。パターン柄の作り方についてもここで紹介しつつ、ラッピングペーパーのデザインも行います。そして最後はデザインの学び方について話しました。いいデザインって一体何なのとか、独自の武器の見つけ方とか、これからどうやって学んでいけばよいかについての話で締めくくりました。ボリュームがあって大変だと思いますが、かなり力を入れて本気で作りましたので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回はここまでです。これから最後まで20本どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。